U 溝ビットは先端が半円の形状をしており、U の字型の溝を切削することができます。U 溝ビットは基本的にストレートガイドや自作ガイドなどと共に使用されます。ストレートガイドや自作ガイドの設置位置は、トリマーの回転軸のセンターを起点にした寸法をもとにしてセットします。U 溝ビットは引き出しや扉の手掛け部分の溝加工に使用されます。U 溝ビットは棚ダボを使用した可動棚の場合に、棚板の裏面へ棚ダボがはまる溝を切削する加工に使用されます。U 溝ビットはトリマガイドやストレートガイドを使用してさじ面の面取り加工をすることもできます。V 溝ビットは切削場が60度や90度などの角度のついた角面になっており、V の字型の溝を切削することができます。V 溝ビットは基本的にストレートガイドや自作ガイドなどと共に使用されます。90度の V 溝ビットとストレートガイドを使用し、加工材の厚みギリギリまで V 溝を切削し、留め継ぎの箱を作る方法を紹介します。四角の加工材を用意し、4辺それぞれをガイドとし、ストレートガイドを押し当てて切削します。徐々にビットの出を大きくし、溝を深くしていきます。溝の深さが板厚に近づいてきたら、加工材を裏返し、溝位置へマスキングテープを貼ります。マスキングテープは組み立ての際、部材同士がバラバラになるのを防ぎます。ビットの出を調整し、溝が貫通しないギリギリの深さまで切削します。
溝の深さは簡単に折り曲げられる程度にするのが理想です。溝が切削できたら、四隅のパーツを切り離します。接合面に接着剤を塗布し、ベルトクランプなどで圧定します。V 溝ビットはトリマガイドやストレートガイドを使用すると、角面の面取り加工をすることもできます。アリ溝ビットは部材同士を接合する継ぎ手に用いられるアリ型の補助加工やアリ溝の加工を行うためのビットです。アリ溝ビットはその形状から徐々に切削を深くしていく加工はできません。アリ溝を1回の切削で仕上げようとすると、切削量が多くなり、ビットに過度な負担がかかり、ビットの破損や切削面のアリにつながることになります。そのため、あらかじめアリ溝内をストレートビットで切削してから、アリ溝ビットを使用し仕上げます。実際にアリ溝を切削するには、アリ溝の開口幅より小さい径のストレートビットを使用します。ストレートビットによる切削の深さは、アリ溝の底から1ミリ程度浅くします。ストレートビットによる切削ができたら、ストレートガイドの位置は変えず、アリ溝ビットに交換します。アリ溝の出を仕上げ切削の深さに合わせてセットします。アリ溝ビットを使用し、テーブルなどの反り止めに用いられるアリ型吸い付き残継ぎの加工方法を解説します。トリマーの回転軸のセンターとベース端部間の寸法を測り、溝中央からその寸法分離した位置へガイドを固定します。ストレートビットでアリ溝内を所定の深さまで切削しておきます。アリ溝ビットを取り付け、ビットの出を仕上げ深さに合わせてセットし、切削します。3切れアリ加工をしていきます。アリ溝を加工した際のビットの出寸法の設定を変えず、そのままの状態でストレートガイドを取り付けます。
ストレートガイドをビットと干渉しない位置へセットし、ビット側へフェンスを移動します。フェンスとビット間の寸法が3義の切削幅となります。トリマーの安定を考慮し、3義と同じ厚みの添い木を固定しておきます。3義の片側を針型に切削したら、3義を回転させ、反対側も針型に加工します。徐々にフェンスとビット間の寸法を広げ、3義の切削幅を広げていきます。実際のアルミ溝に3義を当てて、切削度合いを確認しながら、慎重に3義の切削幅を広げていきます。